これパンを使うね。これいっぱいあるけどよく切り混ぜてこれをこれをちゃんと真剣なマジックなんでどうやって切り混ぜないと変わった人ですね。どうやって切り混ぜるの？じゃあ1枚選んでもらえますか。あ、それがいい。じゃあ他元に戻してでそれを半分にちゃんとね半分に折った。じゃあこの半分に折ったのをこの中に入れてね。あ、今覚えた？ちゃんと覚えたよ。パンを覚えた。今やろ。パンを覚えた。すごい才能やね。こんな感じ。これを元でこれはもう使うので今から使うものがあるんだけど、J と P、ジャムとピーナッツバターを使いたいと思います。ピーナッツバターでこれを今から入れ替えてこれはピーナッツバターになってる。ジャムになってもう一回入れ替えてこれとジャムになってついていっとピーナッツバターにね。でこれじゃ不思議じゃないけどもう一回やるねってやるとジャムあ、本当。でもう一回やるとピーナッツバターで本当やあ、すごい。なんで？何回か入れ替わったらね、これね入れ替わるとね不思議なことが起きて、そのパンみたいな中のパンちょっと開いてもらっておっではでは、種明かし、解説です。用意するものです。このですね、スキピーっていうこれですね、ピーナッツバターのクリーミータイプの 340g を1個買われてください。ですね、前田さんはこれの大きいタイプを使ってるんですけども、こちらのサイズの方が、どこのスーパーでも買えます。演技自体はですね全く同じですので、これで十分です。でどうしても大きいタイプで演じたい人はですね、コストコとかネットで買えると思います。でですね、1個注意点があるんですけど、この青いタイプですね、これはですね中が、ピーナッツが粗挽きになっているので、最終的にこのパンに塗るときにこの中身を塗るんですけど、これだとちょっとまずいので、必ずこの水色のやつを買ってください。スキピーピーナッツバタークリーミーの 340g です。いちごジャム、この後ですね、ギミックを作るんですけども、この中に入るやつだったら何でも構わないんですけども、私はですねこの青旗のやつを買っています。ちんとですね 150g の、瓶タイプですね、これを買っています。これを同じのを2個用意してください。でパンに塗る用のジャムはですねどっかなんか安いのがあると思うので100円ぐらいであると思うので、それも1個買われてください。3個ですね用意してください。パンですね、前田さんはですね、演技では、耳のついた8枚切りのパンを使っていますが、そちらはですねパン屋さんとかで切ってもらわなければいけませんので、こちらの方が便利でいいと思います。これは山崎のやつですね、サンドイッチ用のパンですね。これ2つくっついてるやつなんですけども、これはどこのスーパーでも手に入ると思いますので、こちらを1つ用意してください。ホットカッターですね、こんなタイプのやつなんですけども、先が、カッターになってまして、熱で切るやつです。
これはですねホットカッター HE-20 ですね。太陽電気産業のものです。これはですねホームセンターとか、ネットだったら Amazon とかでもいろんなところで売ってます。値段はですね1000円ちょいですね。でですね、このピーナッツバターを切るときにですね、カッターとかで切るとですね、何回も何回もこすって結局ひびが入ったりして使えなくなっちゃうんですね。これがちょっと500円前後しますので、もったいないので、これなら絶対失敗なく切れますので、必ずこれでやってくださいね。で苦労してカッターで切れたとしても、もうこの辺バリがいっぱい出ますので結局手間がかかるんですね。これで切るともうバリも出なくてもうサクサクと切れますので、こちらを用意されてください。あとはですね100均で全部手に入ります。こちらはですね、スポンジの両面テープですね。これを1個買われてください。それとアクリルの絵の具です。これ黄土色ですね。これを買われてください。1個でいいですよ。ブラウンの工作用のペイントですね。これをブラウン色です。これを1個買われてください。それとあとは筆ですね。筆。これを1個と、あとパレットを1個買われてください。とアルコールの除菌用のウェットティッシュ、これを買われてください。で問題がですね紙袋です。で普通に売ってる分はですね、100均にかかわらずどこもですねこの手で持つ手提げのやつがほとんどなんですね。であまり演技を演じない方はですね、商材屋さんとかネットで買うとですね普通の紙袋をまとめ買いしなきゃいけないんですね。それだと高くつくので、これで十分です。これをですね手提げの部分をもう切って、全然使えますので、こんな風にですね使えますので、これで十分です。でですねこの演技をマストで演じたい方はですねもうまとめ買いの方が紙袋はお得だと思います。それはもうケースバイケースで、やってください。それとですねあとはプラバンです。ちょっと色塗ってるんですけど、これも100均で売ってますので、これを1枚買うか空のペットボトルがあればそちらでいいです。それを1つ用意してください。ギミックの作り方です。ギミックはですね一度作ってしまうと長持ちします。作り方も簡単なので、やってみてください。今から作るギミックはですねいわゆるシェルですね。これをいちごジャムを出したり入れたりします。本来ですと、ギミックはもう一つ、ダミーなやつがいるんですけども、この演技の場合は、ギミックは一つでいいです。その点楽ですので、やってみてください。でですね開けますね。開けてこの紙の蓋はいらないのでこれ剥がしてください。剥がして中身を全部タッパーに移してください。でタッパーに移したらですねこれも後でパンに塗るので、冷蔵庫なんかに入れといてください。でですねこれもカラーですけどもういっぱいこびりついてると思います。全部出してもその時はですね、ティッシュで、根気よく拭き取ります。この溝とかあるんですけどもこの中のもきれいに拭き取ります。でですね水洗いしない理由はですねこの帯のところですね、ここを絶対濡れます。どんなに注意しても。で濡れるとですね、剥がれの原因になったり、なんか変な色になったりしますので、せっかくですので、もうきれいにやりたいので、根気よくティッシュで拭いてください。拭き終わってきれいになったらこのアルコールの除菌ですね、ウェットティッシュで何度か拭いて仕上げにもう一度ティッシュで拭いてください。きれいになったらですね、
容器の底をくり抜きます。ホットカッターをつないで、3分ほど待ちます。これちょっともう煙が出てるんですけども、煙が出ますので、それはなるべく吸わないようにしてくださいね。マスクとか、してください。で、どこを切るかというとですね、ここの部分ですね。今マジックで書いてるんですけども、このエッジがありますね。エッジのこの部分ですねを切っていきます。ですね、ちょっとやってみますね。ホットカッターを斜めに当てるともう穴が開きますので、上下にですね、ちょっと近くで見せましょうかね。上下に軽く動かしながら、力は入れなくていいです。熱でどんどん溶けていきますので、上下に動かしながらやっていくと穴が開いていきます。これをですね、全部くり抜いてください。ホットカッターで、くり抜きました。でですね、このまま、いちごジャムを入れてもですね、中で動いて、出しづらかったりしますので、シェルのサイズ調整をします。サイズ調整といってもですね、中に段ボールを貼るだけです。どういうふうにするかと言いますと、段ボールですね。これ生茶のやつなんですけども、厚さがだいたい5ミリぐらいですね。それぐらいのがちょうどいいです。スーパーとかでタダで手に入るので、そちらで用意してください。ですね、長さがですね、21.5 ぐらいです。大体で構いません。21センチでも構いません。で、幅がですね、この両面テープですね。これの幅に合わせます。で、これに段ボールにですね、両面テープを貼っていきます。よいしょ。貼ってハサミで切りますね。切って、21.5 を測ってですね、ペンで印をつけて、そこをもハサミで切っていきます。切った状態がこれですね。この状態にしてください。段ボールを切ったらですね、両面テープの剥離紙を剥がします。剥がしてですね、丸めちゃいます。で、丸めてですね、このラベルの部分ですね、ここの中に、貼り付けます。ちょっと貼り付けづらいんですけども、真ん中あたりですね。だいたい真ん中あたりでいいので貼り付けていきます。よいしょ。こういうふうにして貼り付けて、でもこれで完了です。これで貼り付いてますね。こういうふうにしてください。段ボールを貼り付けたら、今度は蓋にも、両面テープをつけていきます。これはですね、ジャムの出し入れの時に音がするんですね。それを軽減させるものです。全く音がしないっていうわけではないですけども、ないよりかはマシです。で、このスポンジの両面テープを5センチぐらいハサミで切ってください。で、それを、重ねます。3枚重ねますね。1枚切って2枚貼ってハサミで切って、これ今3枚目です。で、ハサミで切ります。切ったらですね、段ボールの上辺だけを取ってですね、それに貼り付けます。よいしょ。貼り付けたらハサミで切っていきますね。で、ハサミで切って、よいしょ。
こんな状態にしますね。こんな状態ですね。で剥離紙を取って蓋の中央に貼ります。端っこに貼ると蓋が閉まらなくなるので、こんな状態ですね。でこの状態で完成です。ギミックが完成したら色決めをします。で黄土色ですね、アクリルのこれを半分ぐらい出します。でブラウンを少し出してブラウンを取って黄土色に混ぜて、タッパーに入れてると思うのでタッパーのピーナッツバターの色に近づけていきます。で多めに作るのはですね、一度色を調合していざこれを塗っている時にですね、足りないと思ってもう一回やろうとしても同じ色にするのはもう 100% 不可能ですので、多めに必ず作ってください。で色決めなんですけども、今調合している色よりも乾いた時はこの色よりも暗めになります。ですのでプラバンか空きのペットボトルに少し塗って1時間ほど放置して、色がどうなるか待ちます。で待っている間はですね、これはパレットは閉めて筆は洗っといてください。で中の顔料がこう閉めてたら乾くことはないので、これで色を決めてください。でですね、神経質に同じ色にする必要はないです。ピーナッツバターの色なんて皆さん感覚でしか覚えてません。でですね、マジックの間ですね、本物のピーナッツバターと比べることもありませんので、だいたい近い色で構いません。色が決まったらですね、このギミックですね、これに色を塗っていきます。塗るところはですね、この段ボール自体には塗らなくていいです。容器全部に塗ります。容器全部ですね。で凹凸があるのできれいに塗れてるかどうか確かめながら塗ってください。で塗ったらですね、半日か1日放置して乾かします。そして紙袋ですね、これ100均のです。100均の紙袋にこの手提げの部分ですね、これはもうハサミで切ってます。演技の邪魔ですのでハサミで切ってください。で切ったら、P と J ですね、これですねを油性ペンで書いておいてください。準備です。J と書いた紙袋ですね、ジャムですね、これの中にジャム、いちごジャムを入れておきます。で折り曲げてから P って書いたピーナッツバターですね、これにギミックですね、ギミックの中にいちごジャムを入れておいて、この方向で入れて折り曲げておきます。であとは、パンに、ジャムとピーナッツバターを塗るんですが、一つ注意点があります。どっちかでもいいので折り曲げたらですね、折り曲げた、この方向にですね、この方向にいちごジャムかピーナッツバターを塗ってください。この方向に塗るとですね、合わさってしまうと色が混ざりますので、せっかくのお家の時に色が混ざって何が塗られているのか、気持ち悪いのが塗られているような感じになりますので、必ずこっちの方向にですね塗ると色が混ざりませんので、この方向に塗ってください。で折り曲げたまま紙袋にですね、見えますかね、に入れていきます。でこれをですね、こうやって折り曲げてカバンに入れておいてください。で出す時もこの状態から出して演技をします。この方がですね、何もない感があって説得力がありますので。でこれとこれとこれと、あと新品のパンをカバンの
中に入れて準備完了です。パンに、ピーナッツバターとジャムを塗ります。これはですね、あまり大量に塗らないでください。大量に塗るとですね、紙袋からはみ出たりとかしますので、少しで構いません。これをこう折り曲げて、紙袋に、白い紙袋ですね、それに入れていきます。演技の中ではですね、ちょっと相手の方が結構天然ボケな方なので、おちょくる意味も込めて大量に塗って演技したんですけども、普段は少し塗ってで構いません。これをですね、この中に入れて、こんな感じですね。これをカバンに入れて準備しておいてください。演技解説です。自分はですね、演技するときはその場のノリを大切にしてますので、いろいろその場のノリに合わせて変えます。ですので、今から基本的なやり方を説明いたします。ですね、カバンからパンを出します。出してもらったら、マジックの道具ですので、食べたりしないでくださいとか言いますね。で、開けてもらって、好きなように切り混ぜてくださいと言いますね。で、中から好きなパンを1枚選んでくださいと言います。で、1枚選んでもらいますね。1枚選んでもらったらパンを半分に折ってもらうんですけども、これですね、酔っ払い相手にやるとですね、半分に折ってくださいって言ってるのにちぎってしまう人がいるんですね。ですのでマジシャンは半分に折ってください、パンを半分に折ってくださいとジェスチャーしますね。そうすると確実にうまくいきます。半分に折ってもらいますね。で、これ半分に折ってもらっている間に白の紙袋を出します。出したら広げて半分に折ったパンですね、これを受け取ります。受け取ったらこの中に入れるんですが、この時に仕事をします。で、入れながら今見たパン覚えました、冗談交じりに言いますね。言いながらこの中でパンを丸めてしまいます。丸めてしまいますね。丸めてパンをしてしまいます。パンをしたら今見たパン覚えましたかと言いながら出して、じゃあ中にパンありますねと言ってます。で、パームしてない手でこの残りのパンを受け取ります。受け取って、じゃあこれ大切に持っておいてくださいとしてお客さんに渡します。で、このパームしてるパンごとこれをカバンの中に入れてしまいます。入れてしまいますね。入れたら J と P と書いてある紙袋を出します。ね、J と P って書いてますけど、中に何が入っていると思いますかってお客さんに聞きますね。頭文字がヒントですと言います。で、相手が正解してもしなくても中から取り出して見せます。まずジャムを取り出して中に何もないことを確かめてもらって、ピーナッツバターを足しますね。ピーナッツバターです。中に何もないことを示してこの中に入れます。で、これはですね、こういうふうにしてホールドしてます。こうですね。こうして中を見せてこの中に入れます。で、今からどういうことをするかと言いますと、2つの場所を入れ替えますと言いますね。中身を空中で入れ替えますと言います。でですね、はとか言いながらですね、何でもいいんですけど、紙袋にやりますね。そしてマジシャンだけが見ます。ジャムがピーナッツバターになっています。ピーナッツバターがジャムになっていますと言いますね。普通はこれで終わりなんですけど、今回は特別にもう一度やりますと言いますね。もう一回ハッとやりますね。で、今度はピーナッツバターがジャムに戻ってます。ジャムがピーナッツバターに戻ってますと言います。で、広い会場だとこの紙袋を持っているお客さんに前に来てもらいます。で、来てもらって、こういう場所ですと、
紙袋を持ってるお客さんにですね、僕がインチキしないか、途中でピーナッツバターとか、ジャムとか食べたりしないか見張っててくださいと言います。で、P の紙袋ですね、これを示して、この中身何でしたかと聞きますね。聞いて、ピーナッツバターを軽く取り出します。ピーナッツバターですね。そして、やりますね。やると、なんと今度はジャムに変化します。そしてもう一回やるとピーナッツバターに変化します。もちろん中身は何もありませんと言います。このやり方はですね、シェルを持ちます。持って中のジャムだけを出すんですね。出してジャムになりましたと言ってもう一回シェルに入れ直します。でこの中の音はですね、紙袋をガサガサしている音で結構聞こえないです。ですので、堂々とやってください。でこうやってもう一回キッてやりますね。やるとピーナッツバターに戻りましたって言いますね。ちゃんと空であることを確かめてですね。で今、前に来てますから後ろからご覧になって、ジャムとピーナッツバター入れ替えたの見えましたかとか、近くにいる場合はですね、今ジャムとピーナッツバター入れ替わったの見えましたかとか言いますね。突っ込まれてもボケられても、じゃあ何か感じましたかって言いますね。今お客さん何持ってらっしゃるんですかねとかって言って、パン持ってますね。で今ピーナッツバターとジャムは空中でこう入れ替わりました。パンにちょっと不思議なことが起きてます。ちょっと見てもらっていいですかとか言って見てもらいます。見てもらって広げてもらいますね。広げてもらったら、ジャムとピーナッツバターが塗られています。これですね、最後のお家はすごいパンチがあります。必ずものすごいリアクションが返ってきますので、やられてみてくださいね。ですね、演技とか、そうですね、マジックとしてのスキルもそこまで必要としないですね。ですので便利がいいです。クロスアップとか、もちろん大勢の前でも見せられますので、宴会とか、合コンとかでもですね、大勢の前でもやれます。ぜひやってみてください。いかがでしたか？ぜひ楽しんでくださいね。